こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は外伝の隠し機体の一つでもあるキュベレーをフル改造して使用してみたいと思います。キュベレーは強化パーツなしで飛行することができ、また運動性が100とサザビーやニューガンダムを超える性能となっています。武装面でも地形適応が空、陸 A となっており、命中もプラス40と高くなっています。キュベレーマーク2と比較した場合、飛行ができず、運動性が20、走行150の差があります。地形適応が空、陸 A ではありますが、ファンネルの攻撃力が2700と800の差となり、射程も1短くなっています。飛行ができ、武器の地形適応の問題もないので、運動性にボーナスを振ることによってより回避力を高めておきます。武器は800上昇し、最大攻撃力が4300となるのですが、ニューガンダムのフル改造したフィンファンネルと同等の攻撃力となります。次にキュベレーマーク2もフル改造をして、ファンネルの地形適応が空、陸 A なので、こちらもボーナスを運動性に振っておきます。武器が1200上昇することで、フル改造したキュベレーのファンネルとの差が400となる。さすが外伝の改造のシステムでありますね。2つの強化パーツにはハロとファンネルがエネルギー30を消費するので、毎ターン 30% 回復できるように装備をしておきます。キュベレーマーク2はメガジェネレーターでエネルギーを150アップさせ、毎ターン 10% の回復をできるように装備しておきます。そして出撃前にキュベレー以外に本日の主役となるカミーユ氏と女性陣のイベントがあります。さらにファー軍曹と村雨少尉のイベントもあります。確かに外伝でカミーユ氏と信頼補正のかかる相手はファー軍曹だけなので、心の中にいると考えられるのは、さて、カミーユ氏と女性陣とのイベントを終えた後、本日の相手となるのがカシム氏が率いるブレーカー軍団となります。信じられん。なんてパワーだ。一味違うところを見せてやるぜ。いい腕をしているが相手が悪かった。私の前に出てくるとはうかつだったな。あんなのに耐えられるわけねえ。正直ビームガンでここまで威力が出るとは思っていませんでしたが、踏み込みが足りんな。次はファンネルで。ファンネルオールレンジ攻撃。敵は一機か。けファンネル。ここまでだな。なんだと。ファンネルで落とす。赤い機体ではありませんが、ハマーン様の香りが残っている可能性もあるキュベレーには大佐が登場されることになりました。
ニューガンダムで仕留めてみせる。なんだと、捨て駒にされたのか。ニューガンダムで敵の動きを牽制する。信じられん。仕留めてみせる。あんなのに耐えられるわけねいい感じだ。反応速度が上がってきている。ニューガンダムで敵の動きを牽制する。結果は同じかよ。キュベレーに比べフィンファンネルが空、陸 B と悲しい扱いになっていますが、強化パーツでカバーすれば十分に戦える性能であります。またアムロ大尉の射撃値が群を抜いて高いので、ニュータイプレベルと合わせてやはりニューガンダムが似合います。またフィンファンネルがエネルギー30の消費となるので、ソーラーパネルをつけることでエネルギー切れを防ぎます。ティンプ氏と比べてもアムロ大尉の方が射撃値が20に高く、回避でも20の差がありますね。け、ハンネル。おい、交代だ。ニューガンダムで仕留めてみせる。サイコフレームの反応はいいようだ。キュベレーとニューガンダムともにその回避力とエネルギー切れの心配がないので、ひたすらファンネルで圧倒することができます。機体の動きに無駄が多いぞ。するチャンスを見極めるのも艦長の才能よ。逃げろ。敵の動きを牽制する。とうとう今日はここまでだ。また会おうぜ。底力が発動したティンプ氏でも大佐とアムロ大尉なら瞬殺できます。さらにティンプ氏と同じエンペラー階に乗り、底力と防御力が高く倒すのに時間がかかるホーラ氏ですが、ハイメガランチャーで沈めてみせる。ゼータの動きについてこられるものかよ。まだ終わりじゃない。行け。やべえよ兄貴。ここまでほとんど出撃させれる機会がなかった村雨少尉なので、ホーラ氏に削られていましたが、ファンネルオールレンジ攻撃。やべえよ兄貴。やってみせる。てー行ってくる。いってらっしゃい。待ってるわんあなた。パネルで落とす。散々邪魔をしてくれたお礼をさせてもらうぜ。機体の動きに無駄が多いぞ。運動性112、走行が1625のブラッカリーで
気合を入れて再登場したホーラ氏ではありますが、ファンネルオールレンジ攻撃。どこらともあろうものがこんなにも無様に、あんなひよっこどもに。大佐とキュベレーの前に一瞬で落とされたホーラ氏の後はサイコガンダムマーク2が登場します。ロザミー城はまさかの人格を消されるという残酷な処置をされての登場となりました。ロザミー、俺はカミニュだ。君のお兄ちゃんだよ。こちらから攻撃を仕掛けるときは防御をしてくるロザミー城ではありますが、運動性が低く性能自体はそれほど高くありません。命中もアムロ大尉と比べた場合20下回っており、レフレクタービットも攻撃力が2500でそれほど脅威ではないですね。フル改造したゼータにもメガジェネレーターとソーラーパネルでハイパーメガランチャーを心置きなく撃てるようにしています。ロザミー、やめろ、やめるんだ。サイコガンダムマーク2の HP を 50% 以下にしたところでイベントが発生します。どうしたカミーユ、撃て。ダメです、僕には撃てません。それができなければお前は死ぬぞ。ロザミー、もう一度あの時のロザミーに戻れ。と核ミサイルとともに出撃してきたカシムシですが、ロザイ城のイベントはプレイしていても切なすぎました。
このステージでカミーユ氏がゼータに乗っていると機体の性能が強化され、ウェーブライダー突撃が追加されます。しかしなんとか仲間になってほしかったとも思う展開でもありました。私にもキュベレイは扱える。パイロット名核ミサイルとそのままの名前でありますが、射撃が285ととんでもない能力となっています。さらに攻撃力はイデオンを超える10099と、ある意味でどんな威力なのか試したくなる攻撃力であります。月光町である。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。本来であればターン X で月光町で核ミサイルをという思いがありましたが、熱血と手加減がこのステージでは有効となります。核ミサイルを撃墜することなく全ての処理が完了したので、あとは敵の総統と行きたいと思います。やらせない。まだよ、まだいける。私にもキュベレイは扱える。運動性が147のサイズ S で相変わらず攻撃の当てにくいゴーストであります。武器の地形適応が陸 B というのが救いでもあります。うほっ。アムロ大尉が逃した一機は大佐がカバーされます。行け、キュベレイ。なんだよ太郎。卑怯は俺の先輩特許だぜ。ティンプ氏もブラッカリーで再登場となりましたが、最大射程が4なのでオールレンジ攻撃の敵ではありません。とどめはバージョンアップしたゼータと村雨少尉のコンビで、まだ抵抗するのならハイメガランチャーを撃つ。てめえらここまでしつこいったらおかしいぜ。まだ終わりじゃない。行け。今日はここまでだ。また会おうぜ。新ゲッターやオン対象にゴーストや核ミサイルの相手をしてくると、ただ防御力が高いだけのご老人という感じのカシムシです。ならばこのチャンネルの主役はキース氏だけではないということで、久しぶりにこの方が奇襲で突撃されます。この貴様らの技術力など所詮その程度のものよ。わしに逆らったことを後悔させてやる。
たるわけには。そこ。大丈夫、かすっただけだ。こんなことでやられてたまるか。行くぞ。キース氏に優しく、勝氏には厳しいというご意見もいただいておりますので、ここはアムロ大尉のアシストでレベル上げといきます。残りの HP が10で、運動性73、サイズ LL のパトゥーリア相手なら努力と合わせて一気にレベル上げも可能となるはずです。なんなんだこいつ。相手は決してゴーストではないはずなのですが、消え去るがいい。当たるわけには。当たって。とエマ注意の努力と合わせて一気にレベルが50まで上がったファー軍曹ですが、この能力だとサポート役以外では厳しいですね。同じレベルの大佐と射撃が57、技量が40、命中、回避が約50の差があるのは驚きでありました。これで終わりにさせてもらう。さらにキュベレーは移動後に撃てるファンネルもあるので、隠し機体の中でも強化する価値のある機体と言えます。ファンネルオールレンジ攻撃。やってみせる。そしてラストを飾るのは信頼補正と魂のこの武器しかありませんね。ここからいなくね。このわしが負けるというのか。なんでわしに向かって落ちてくるんだ。うわーうわ自ら放った核ミサイルで消え去ったカシムシと、今回の戦場で悲しい結末となったカミーユ氏たちのイベントで終了となります。ただそのニュータイプだからこその強さを発揮してくれたカミーユ氏たちでもありますが、
本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。